よろしくお願いします。今日はコントラストレーシオ、コントラスト比ですね、について、ちょっと見ていこうかなと思います。では今日に関しては、顔の明るいところと顔の暗いところ、ここの、2つの比率、を見ていこうかなと思うんですけども、今日のビデオの中では、比率というよりは、絞りの差で、表していきます。なんで顔の明るいところが、顔の暗いところより、絞り一つ分違った場合は一段差、っていうような言い方をしていこうかなと思います。でやっぱコントラスト比は使うカメラだったり、どんなカラーグレードをかけるとかによっても大きく見え方変わってくると思うんですけども、自分なりにちょっと、やってみたかったっていうのもありますし、自分なりにレファレンスを作ってみようかなと思ったので、今日やってみました。で今日のコントラスト比ですけど、2種類のキーライトを使っていこうかなと思います。一つは比較的ハードなキーライトで、もう一つは比較的ソフトなキーライトで、同じようにコントラスト比を変えてどのように見え方が変わってくるのか、そういうのがちょっと見れたらなと思います。で比較的ハードなキーライトの方のセットアップですけども、画面左手下の方ですねから、300D Mark II で直接人物に光を当ててます。30度のハニコンとバンドをつけて、なるべく壁に漏れないようにしてるんですけど、ちょっと漏れてますかね。で紙の方には、以前にも紹介したオーバーヘッドライトに電球2つを入れて、フィルしてます。なのでコントラスト比を上げるために、下の方の 300D Mark II の光量を上げて、絞りの差を出してます。まずこれが、一段差ですね。ハードなんで、シャドウは、割とくっきり初めから出てるかなと思います。次は二段差ですね。でやはりコントラスト比を上げてるんで、シャドウがよりくっきり出てきてます。はい、三段差ですね。ここまでいくとやっぱり、キーのハードさが結構目立ちますね。すごい一方向から当たってるなっていう感じですね。フィルはほとんど見えないですかね。で、ハードの方だけ4段差できたので取りました。シャドウがほぼ黒ですね。でこれは、比較的ハードなキーライト、を同時に3つ見比べています。そもそもやっぱハードなキーライトなんで、顔の暗いところと明るい部分は割とくっきり出てるのかなっていう感じはしますね。ソフトの方の、ライティングセットアップですけども、上手側にあったオーバーヘッドライトを、今度は下の方に移して、でそれをキーとして、使ってみました。なので、電球の数を増やすだったり、人物に近づけるなりして、光量を増やしました。で、フィルのサイドですけども、白いレフ板を、初めは置いてたんですけども、コントラスト比を、上げるために、徐々に離して、最終的には、暗幕を、置いて、で、絞りの差を、出していきました。でまずはじめに一段差ですね。やっぱりソフトなライティングなんで、この場合は光が回るんで、顔のシャドウサイドですね、そっちの方にもやや漏れていく感じがありますね。これが二段差ですね。先ほどより、シャドウが強くなってますけども、前に比べると、特に首とかの、シャドウの感じとかは、柔らかくなってるのかなっていう感じです。でこれが三段差ですね。でシャドウはもちろんどんどん暗くなってるんですけども、暗くなり方が、キーの方からシャドウサイドに、グラデーションになってるような、気がします。今度は比較的ソフトなキーライトを3つ見比べた時のものですね。で特に頬だったり首のところですかね、シャドウの落ち方がハードなのに比べて、グラデーションになっていっているのかなっていう感じです。で最後にコントラスト比は、一緒だけど、キーライトの
性質がちょっと違うっていうのを、見ていこうかなと思います。で、はじめに、1段差ですね。で、左がハードで、右が、ソフトなキーライトです。まあ、撮影する内容だったり、ライティングするものによって、求めるライティングっていうのは、大きく変わってくると思います。今日はコントラスト比を、ハードなキーライトとソフトなキーライトで、見比べてきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。